そしたら実際にこれうるさいなビニール。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。皆さん、雨の日、寒い日、突然フロントガラスが曇ってきて、うわ前が見えないなんて経験ありますよね。これは誰しもが通る道です。僕も実際に経験してきました。特に免許取り立ての頃、焦ったね。教習所じゃね、フロントガラスの曇りを除去する方法なんて教えてくれないんですよ。あれ教えてくれてもいいよね。今はどうなのかわからないんですが、僕は教えてもらわずに免許を取得して、実際に車こう運転します。そしたら急にね、ある日突然来るんですよ。ブワーって急に曇ってきて。で、知ってる知識の中でエアコンとかをいろいろ操作するんだけど、余計曇ってきちゃって、前が見えないどうしようみたいな。それをね、いろいろくぐり抜けてきたんですが、実際にそのエアコンをどのように設定すれば、曇り除去っていうのができるのか。この辺ね、意外にね、知らない人もいると思うし、あと、免許取り立ての方も、視聴者さんの中にはね、いると思うので、今回は実際にそのエアコンをいじりながら、このボタンを押すといいですよ、だったり、内循環がいいのか、外循環がいいのか、その設定を変えるのはこのボタンですよとか、詳しく説明していけたらいいなと思っております。そしたら実際にそのエアコンを操作する前になんでフロントガラスが曇ってしまうのか、その原因についてお話ししていきたいんですけども、まず一つはフロントガラスの汚れ。パッと見クリアでも汚れていたりして、フロントガラスの内側にホコリや油分が付着していると、そこに湿気がつきやすくなります。汚れが水分を吸収して曇りやすくなるので、定期的にフロントガラスの内側っていうのはお掃除した方がいいです。実際におすすめのガラスクリーナーとかもあるので、その辺も最後ね、まとめて紹介していけたらいいかなと思っております。その他の原因でいくと、車内外の温度差。特に寒い時期や雨の日に車内を暖房で温めると、車内の暖かい空気が冷えたフロントガラスに触れることで結露が発生します。ガラスが冷たいほど車内の湿気がガラス表面で水滴に変わり曇りやすくなってしまいます。特にこれからの季節ですね。秋から冬にかけてガラスは冷える。けど車内を暖房で寒いか温めたりするとフロントガラスは曇りやすくなってしまいます。で、もう一つは湿気ですね。雨の日や梅雨の時期はどうしても車内に湿った空気が入りやすくなります。それと濡れた服だったり濡れた傘などを車内に持ち込んでも車内の湿度っていうのは上がるんですよ。そうするとフロントガラスがどうしても曇ってきたり、主な原因はこの3つなんですが、フロントガラスの汚れについてはガラスクリーナーで対処できるし、あと先ほど言った車内外の温度差と湿度っていうのは車のエアコンやデフロスターを正しく使えば効率的にフロントガラスの曇りを除去することができるので、今から実際にね、車で試していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。ここで皆さんにお知らせです。2024年10月5日土曜日、ジェームス西岡山店でシノピー&イマムイベントを開催します。イベントの概要は洗車お悩み相談会、じゃんけん大会、シノピー&イマムのチェキ会、そしてファンミーティングを開催します。さらにその他特典としてイベント参加でシノピーオリジナルステッカーをプレゼントします。それとグリタマグリポケを両方ご購入いただくとオリジナル T シャツを限定20名の方にプレゼントします。詳しいことは概要欄に記載しておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしたら早速ね、ガラスの方をきれいにしていきたいんですが、僕の目から見てパッと見フロントガラス結構汚れてますね。クリアはクリアなんですが、若干白っぽいっていうのと指紋とかもねちょっとペタペタついている感じなので、これを今から実際にきれいにしていくと、こういった汚れとかが曇りの原因になるので、定期的にガラスはねきれいにした方がいいと思います。ガラスをねきれいにしていく上で必要なものというか、おすすめのものを紹介したいなと思います。まず1個目はじゃん、こちらガラスクリーナーですね。これはストナーのインビジブルガラスという商品でアルコールが含まれています。なので速乾性が高いんです。ガラス拭いた時に拭き筋とかが残りにくい。なおかつカー用品店だったらどこにでも売っているので、もう手に入りやすいっていうところもいいところかな。でガラスはねやっぱこういうガラス用のねクリーナーがあるとすごく便利です。であとクロスなんですが、これもすごく重要です。クロスはこちら
オートブライトダイレクトのマリンガラスクロスっていう商品で、ちょっとねお高いんですよ。1200円ぐらいするのかな。けどこれワッフル地って言って、すごいね毛が抜けにくい構造になってるんですよ。マイクロファイバークロス、例えばこういったやつね、ふさふさのやつ、こういうのだと毛が抜けてガラスに付着するんですよ。で何回拭いてもその毛が取れなかったり、また再付着してうわっってなるので、僕はこういうワッフル地のタオルをおすすめしてます。それとフロントガラス、手が届きにくいですよね。そんな時はこちらストナーのリーチ&クリーンツールというガラスを拭く用のツールなんですが、ここはまあ拭きやすいから別に必要ないんですけど、フロントガラスね、奥の方手が届きにくいじゃないですか。そういったところにこれを使うとすごく便利ですよと。でちなみにこれもね、付属されているタオルがワッフル地のタオルになっているので、毛が抜けにくい。なのでまあこういうのがねあるとすごく便利です。毎日フロントガラス掃除した方がいいですよっていうわけではないので、定期的にねこういうツールとかを集めてお掃除してあげた方がフロントガラスも曇りにくいですよといった感じです。まあ実際にちょっとやっていきましょう。これわかるかな。意外に汚れてないように見えて汚れてるんですよ。こういう汚れとかね、あとこの辺もちょっともやっとしてるの分かります？どうやって汚れるのって思うじゃないですか。結構ね車の乗り降りとか、窓を開けたりするともちろん空気が外から入ってくるんですよね。でその空気に油とかが含まれていて、このガラスに付着して汚れると。使い方としてはこのタオルにインビジブルガラスをこう吹きかける。であとは拭いていくだけ。この辺上側はね結構ね距離的に近いので拭きやすいです。であと反対の面で一応ね空拭きしてあげると綺麗になります。ここにちょうどね境目がありますね。右側はすごいねクリアになったんですが、左側がまだもやっとした感じ。タオルにインビジブルガラスクリーナーをかけて拭いていくと。だいぶ汚いね。若干ねタオルが茶色っぽくなってますね。そんな難しくないと思います。特に上側はね。面倒なのは向こう奥側。この奥側ってどうしても手が届かないんですよ。あと体勢もきついので、そんな時に登場するのがリーチクリーンツール。これも先ほど同様、タオル面にインビジブルガラスを吹きかけて、でこう拭いていくと。結構奥まで入るんですよ。もちろんね手が届く範囲は手で拭いた方が拭きやすいし綺麗になります。あくまでも手が届きにくい範囲、こういう隙間とかね、このダッシュボードの奥に入れ込めるんですよ。だからすごい拭きやすいです。でこれも速乾性の高いガラスクリーナーを使わないとどうしても拭き筋になっちゃうので、もう理想はほんとガラスクリーナー。あと精製水とかいろいろあるんだけども、結局ね僕はガラスクリーナーで落ち着いてるかな。あとはこの反対側ね、運転席からリーチクリーンツールがあれば反対側まで行けますね。結構届くわ。この端の方まで拭けます。拭いてるとこと拭いてないとこの差がすごい。これ映像でわかんのかな。この違いわかりますかね。手前側右側っていうの、この違いわかりますかね。ここに線がくっきりあると思うんですが、右側はガラスクリーナーで拭いて、この部分はまだ拭いてないです。白っぽいですよね。これね拭くと余計わかる。拭かないと汚れてることにも気づかないので、そこはねちょっと注意してもらいたいかな。結構みんないやまだ全然綺麗ですよ、汚れてないですよって言うんですが、こう拭いてみるとかなり差がねはっきりわかると。今まだ乾ききってないので白っぽいですね。これを拭き上げる。拭き上げ作業はね、いくら速乾性が高いと言っても行った方がいいですね。特にこのガラスクリーナーをつける量っていうのが多すぎるとさらに乾きにくいので、こんな感じで。もう一枚ね僕持ってるんですが、ワッフル地のタオル、こういうので仕上げ拭きみたいなしてあげるとよりいいですね。こんなもんでいいかな。だいぶ綺麗になりました。これでも汚れてる場合はだいたい外側が汚れてます。なので外側を1回拭いてあげてください。じゃないと内側なのか外側なのか分かりにくいので、内窓拭く前に1回外拭いてからでもいいのかなと思います。はい、そしたら窓ガラスが綺麗になりましたと。でこれはあくまでもね曇りにくくするためっていうのかな、曇る一つの原因を取り除いただけになります。
なので、一切曇らないというわけではないので、この後に、曇ってきた時の対処法っていうのをやりたいなと思います。で、まず一番手っ取り早いのは、これですね。窓ガラスを少し開ける。これが一番手っ取り早いです。けど、雨が降っている時とかは、逆に車内にね、湿気が入ってきてしまうので、あまりおすすめできないかな。あと雨も入ってくるし。どんな時に使えるのかという話でいくと、外が晴れてますと。けど、車内に湿気がこもってる時。例えばなんだろうな。汗かいて車内に入るとか、ちょっと濡れた傘がある。けど、外は晴れてますよとか。そんな時かな。あと、結構ね、こういうシートね、ファブリックのこういう布系のシートっていうのは、湿気をね、取り込みやすいので、結構ね、湿度が上がりやすい。なんかこの窓を開けるっていうのはあくまでも、外が晴れた時がおすすめですね。じゃあ外雨降ってます。外も湿度高いです。ってなった時は、エアコンを操作すると。実際にエアコンパネルとかお見せしながら、どれが何なのかとかね、説明しながらやっていこうと思います。はい。こちらがエアコンのね、操作パネルになります。プリウスなんですが、これはデジタルエアコンパネルという液晶タイプのエアコンパネルになります。これ以外にもアナログエアコンパネルっていうのがあって、ダイヤルでガチャガチャやるやつですね。その2種類があって、この操作ボタンっていうのかな、こういったボタンっていうのは車種によって形だったり配置は異なるんですが、デジタルエアコンパネルでもアナログエアコンパネルでもこのマーク、これはね、どれもほとんど一緒です。このマークの意味合いをしっかり理解することが重要になってきます。実際に車のフロントガラスが曇ってきた時に押すべきボタンなんですが、この湯気みたいなボタン分かりますかね。一応ね、2つあります。湯気みたいなやつ。フロントとリア。で、これ湯気じゃないんですよね。フロント、風が出ますよ。そういう矢印。これがデフロスターといって、まず曇ってきたら、このボタンを押します。で、アナログエアコンパネルの場合は、ダイヤルなのかな。ガチャガチャと、このマークがあるところまで位置を合わせる。実際に押してみますね。ちょっとうるさいね。実際に押すと、今新たについたボタン、ここですね。AC。これエアコンです。今の車はね、本当頭いいので、このデフロスターを押すと自動的にこのエアコンもつきます。このエアコンは除湿機能があるので、例えばデフロスター、前から風来るようにしてエアコンをオフにした場合、除湿効果はありません。なので、アナログエアコンパネルの方も多分ね、自動でこのエアコンのボタンつくと思うんですが、これは必ずオンにする。じゃないと除湿効果ないです。だからエアコンオンオフどっちがいいのっていう話でいくと、必ずオン。あと、ここであんまり良くないのが、これですね。このマークわかりますかね。これ内循環と外循環。内循環っていうのは、車内の空気を循環させる。外循環っていうのは、外の空気を入れ込む。今、内循環になってます。車内の湿度が高いから、フロントガラス曇っちゃうんです。車内の空気をどんどん循環させても意味ないので、基本的に曇ってきたら、外循環にした方がいいですね。で、その他で言うと、設定温度かな。この辺、例えば、ローにして、一回切ります。またデフロスターボタンを押します。この風量はどんどん上がっていくけど、この温度設定は変わんないですよね。で、この温度設定はじゃあそのままでいいのか、そうじゃないんですよ。温度設定は外気の温度や湿度に合わせて設定します。僕はね、結構ね、分からずに、どっちかに満振りするんですよ。一旦、ローか、このハイか。これね、あまり意味がなくて、もちろん、外気の温度とかで合わせるんですが、大体ね、25から20度前後に設定した方がいいですね。で、この温度設定は、あくまでも効率的に素早く曇りを除去するために合わせた方がいいかな。もしくは中間ぐらいがいいかなっていう感じなんですが、もちろんね、この温度設定を変えなくても、ある程度はね、曇りを除去したり、防いだりすることはできます。けど、途中でも言いましたが、ガラスが冷えてたりすると曇りやすくなるので、例えば外あったかいのに湿度が高くて曇ってきました。で、そこでガンガンにこのローにすると、ガラスが冷えて外との温度差で余計曇りやすくなったりするので、なので、一旦中間ぐらい設定しておいた方がいいかなといった感じです。このデフロスターのボタンね、みんなここに除湿効果があると思ってたりするんですよ。あくまでもこのエアコンです。で、このデフロスターっていうのは前のエアコンの送風口があるの分かるかな。今ちょっと分かりやすくマスカって言ってテープとビニールがセットになってる。これをこの送風口に貼り付けたんですが、これデフロスターオンにすると、こ
こんな感じで、ここから風が出てきます。エアコンをオンにすると除湿効果もあるので、このフロントガラスの曇りが取れやすいですよといった感じですね。だからデフロスターはね、必ずオンにすると。ここフロントとリア両方あります。デフロスターが。で、フロントの方は扇状で、リアの方は長方形。これガラスの形ですね。分かりやすくなっているんですが、リアの方は押すと何もなんないですよね。これは熱線が温まる。ガラス白なんか横線入ってたりするじゃないですか。あれ熱線なんですが、あれが温まって、リアガラスに付着した湿気などが蒸発すると。曇りだったり霜を効果的に取り除くことができると。後ろはね、ブワーって風が出てくるわけではないです。一旦こんな感じ。おさらいとしては、ガラス曇ってきました。そしたらまずデフロスター。デジタルのエアコンパネルの方は、このボタンを押す。フロントの扇状で、この湯気みたいなのが出ているボタン。これを押します。そうすると、デジタルの方は風量が自動的に上がっていきます。で、エアコンが自動的につくと。アナログの人も、おそらくね、これエアコン自動的についたと思います。ついてない場合、除湿効果ないので、必ずつける。あとは、この内循環と外循環。今、内循環になってるので、これは自動で切り替わりません。外循環の方が効果があると。で、温度設定は23度ぐらいにしておけば大体大丈夫かなと。簡単です。大体ね、自動でこのエアコンもオンになるし、なんか覚えておきたいのはこのデフロスターを押す。あと、外循環にした方が効果高いよ。ってなところですかね。そしたら実際にフロントガラスを曇らせて、全く同じ操作で曇りが取れるのか見ていきたいなと思います。はい、そしたら今からフロントガラスをあえて曇らせようと思います。現状としてはデフロスターオンにして窓ガラスに風が当たるようにしてあります。エアコンもオンです。なので今現状はね、曇ってないんですけど、今行っている作業としてはわざと曇らすっていうところなので、ガラス面を冷やしてます。なので設定温度も一番低くローにしてあります。ここからエアコンのボタンを例えば切ります。切ると除湿機能がなくなります。外と中との温度差、ガラスは冷えてるけど外はちょっとあったかい状態なので、どんどん曇っていきます。しかも今雨が降ってるので湿度もめちゃめちゃ高いので、すごい曇りやすい状況。ほら、エアコンを切るだけでこんだけ曇るんです。だからエアコンのオンオフはすごく重要と。で、これ結構ね、真っ白になると思うんですが、このまま続けててもエアコンが入ってないので温度差がどんどんなくなってくんですよ。外と中が同じぐらいの温度差になってくると、逆に曇りが取れてくる。なんかある程度ね、一定まで行くとまた曇りが落ち着いてくるんですが、一旦はめちゃめちゃフロントガラスを冷やしたので、フロントガラスが温まるまでは曇り続けるといった感じですね。そう、エアコン切ってるからね、冷たい風じゃないんですよ。ちょっと生ぬるい感じなので、ある一定を超えると逆に曇りが取れてっちゃうんだよね。で、これ映像で映ってんのかな、汚れ落としきれてなかったです。僕気づかなかった。ここだけ一部真っ白。だからガラスクリーナーを使わなかったらもっと真っ白。やっぱりこのガラス表面の汚れを取るっていうのはすごく重要なんだなって今改めて思いました。一応写真撮っときますね。もうこれ以上は曇らなさそうなんですが、もうだいぶ曇ってます。これを除去するにはエアコンを入れて外の温度と大体同じぐらいにする。で、大体今23度なので、この温度を上げる、除湿効果のあるエアコンをオンにする。そうするとほら、あっという間にもう曇りが取れたでしょ。さっきまで横もね、曇ってたんですが、横も取れてます。だから重要なのは外とある程度温度を一緒にしてあげる。一番はエアコン。デフロスター入れてエアコン。だからデフロスターオンのエアコンオフは意味ないっていうのが今の動画で分かったと思います。絶対エアコンを入れる。けど今の車は本当頭いいので、デフロスター入れるとエアコンオンになります。今じゃなくてもそうなのかな。そうだよな。自動で入る気がする。どんどん曇ってっちゃう場合は、おそらくエアコンがオフになってる可能性があるので、ここをすぐチェックする。あとは温度設定を変えてあげる。外気温と同じぐらいにしてあげると、よりスムーズにね、この曇りっていうのが取れるのかなといった感じです。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はフロントガラスが曇っちゃう原因と、曇ってきた時の対処法についての動画でした。いかがだったでしょうか？知ってるっていう方もいると思うんですが、僕も免許取り立ての時すごい困ったし、なんならちょっと前までこの理屈を分かってなかったので、エアコンはオンになってデフロスターついてんのに温度設定が間違ってて余計曇っちゃうみたいな時あったんですよ。なので、フロントガラスの曇りで困っていた方はね、参考にしてもらいたいなと思います。まず重要なのはフロントガラスの汚れですね。これ全然違います。僕もね、改めて
今回拭き残しの箇所を見つけて思ったんですが、汚れてる時の方がめちゃめちゃ曇ってる。びっくりしました。なのでまずはね、定期的にフロントガラスをきれいにしてあげる。ガラスクリーナーとかを使うといいですよ。で、もし曇ってきてしまったら、デフロスターをオンにする。エアコンが基本的にはね、自動でオンになるんですが、オフになってたらオンにしてください。じゃないと除湿機能がないので、全く意味がありません。で、あとは外気循環。外から空気を取り入れる。雨が降っててもね、基本的には外気循環の方がいいと一般的には言われています。で、あと設定温度ですね。いくらエアコンがオンになってても、設定温度間違ってると曇るケースがあるんです。この設定温度っていうのは、外と同じぐらいにしてあげる。22、3度とかにしておけば間違いないのかなと。僕ね、ローにしまくったり、ハイにしまくってたりしてたので、あれがね、全く意味がないと。例えばもう外暑い、晴れてます。ちょっと運動して汗かいた状態で車に乗り込んだ時。暑いからエアコンをオンにして、車内温度をめちゃめちゃ下げるとするじゃないですか。そうすると自分のこの汗とかで、この車内の湿度っていうのが高まるんですよね。で、外暑い。で、車内をすごい冷やすってなると、この温度差だったり、ガラスが冷えたり、そういった原因でガラスが曇るっていうことがあるんですよ。これもうエアコンオンにしてても、除湿機能を使ってても、曇るときは曇ります。それはね、設定温度が間違ってたりするので、そこら辺もちょっと気にしつつ、曇ってきたとき、俊敏にね、対処してもらえればいいのかなと思います。じゃないと、やっぱ前が見えなくなっちゃうので、すごく危険です。事故にも繋がってくるので、そこら辺はね、本当頭の片隅にでもいいので、この知識っていうのを入れておいてもらいたいなと思います。で、あとはね、その除湿っていうのは本当すごい重要なので、シリカゲルとか乾燥剤みたいなのを車に積んでおくのも一つ手だし、あとは曇り止めですね。フロントガラス用の洗車用品として曇り止め効果のあるやつとかも売られているので、過去にもやったことあるんですが、今一個気になってるやつ。これ、X クリアの曇り止めコーティング EX。これがね、手元にあるので、また後日これちょっとレビューしていきたいなと思っております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。